はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日はですね、この愛車である BMW S1000R の初回点検の日です。今ディーラーに向かってます。これまでそうですね、納車してから3ヶ月、やっと初回点検の日を迎えることができました。でここまで乗ってきてですね、この S1000R で感じたことは、以前から申し上げている通り、非常に、乗り心地が良くてですね、非常に簡単に乗れるバイクだなと。もう初心者でも全く違和感なく乗れるんではないのかなというふうに思います。今日も高速道路を使ってですね、ディーラーに向かっているわけでありますけども、現在もクルーズコントロールを使ってちょうど80キロ、制限速度80キロで走ってます。もう楽ちんですよね。本当に気持ちがいい、そんな走りができています。私いろいろと、投稿させている中で、ご質問をいただいてですね、元白バイということで、白バイにどうして乗ったのかというような質問ございましたけども、一つはですね、バイクが好きであったということ。16歳から免許を取ってですね、なんとかこのバイクに乗っているときに、このバイクで仕事ができるようなものないかななんていうのを考えてまして、その時白バイの姿を見てですね、もうかっこいいんですよね。とにかくかっこよかった。いや、白バイ乗るにはどうしたらいいのかななんて本当に真剣に考えてですね、例えば警察官になって、じゃないと乗れないっていうのは分かってましたけども、白バイ隊員の人と実際その時にですね、高校生の時に接しまして、いろいろ話を聞いたら、白バイ乗るには非常に難しい関門がいっぱいあると。でも一生懸命やれば必ず乗れるよと夢を抱いて警察官になって白バイに絶対乗るんだという気持ちがあれば乗ることができるというふうに、その白バイ隊員の人に言われてですね、背中を押してもらって私は警察官になったんですね。それでなった当初からもう白バイに乗るんだということを目標にして一生懸命仕事をしました。白バイに乗るに関しても、希望者がいっぱいいるので、先行されてですね、狂いに落とされてしまうんですね。その選考に残ること自体も大変でした。なんとか、推薦をしてもらってですね、選考に残ることができて、で白バイの講習に、行くことができました。白バイに講習に行くという、スタートラインに立ってもですね、それだけでは白バイに乗ることはできません。その講習が終わらないと白バイの免許は取れないわけであります。それで白バイの講習ですけども、講習に行くためにいろいろ選考がありまして、そこで体力、測定だとか、あと視力の検査ですね。当時は眼鏡をかけていたらもう眼鏡仕様だと絶対に白バイには乗れませんでした。今は眼鏡仕様でも乗れます。全然問題なく乗れます。当時は眼鏡仕様では絶対ダメだったんですね。私も当時はすごく目が良くてですね、視力、両眼で 1.5 以上あったんじゃないかと自分で思ってますけど、そういった関係で、無事にですね、体力面においてもその、ふるいに落とされることもなく無事に、白バイ講習のスタートラインに立ったと。で白バイ講習は2ヶ月間、それは厳しい講習でした。世の中にこんな厳しいことがあるのかっていうぐらい厳しいんですよね。ただ好きでその世界に足を突っ込んだわけでありますので、私は確かに体力的にも精神的にもきつかったですけど、バイクが基本的に好きだったので訓練でもう白バイにまたげるわけですよ。それだけでも嬉しかったですね。
みんなヒーヒー言ってましたけど、私はなんか楽しかったですね。いろんな種目、いろんなことをやりました。バイクに関すること、これでもかというくらい教わりました。そしてやはり命がかかっているので、白バイはですね、生身ですから、ひとたび事故を起こすと、それこそ殉職ということで、私の先輩でも何人か白バイ事故によって亡くなっている方がおります。そうならないために白バイ訓練所では厳しくですね、命を落とさないための訓練をしてくれました。おかげで私は、その講習が終わるときに無事に公安委員会の白バイの免許をいただいたわけでありますけども、その後行動では1回も転んでいません。前も申し上げた通り、やはりその訓練がその賜物になっているんだなって今でも思っています。限界を知れるんですね。これ以上やったら倒れる、これ以上やったら止まれないとか、いろんなバイクに関する限界をですね、教えてもらえるわけなんですよ。それを自分の身で体験ができる。ですからそれ以上は無理はしちゃいかんっていうことが体に植え付けられてるんですね。それが今でも役に立ってるっていうふうに思ってます。そして、晴れて白バイ免許を取ったんですね。せっかくですね、ここで私が今まで乗ってきた白バイをご紹介したいと思います。まず白バイの訓練中に乗った白バイですけども、ホンダの750フォア、いわゆる通称 K0 という K2 ですね、 K2 という、ホンダの750の、白バイでした。そして警察署に、行ってからはですね、CB550 フォア、4本出しのマフラーが1本になっている4 in 1っていうやつですね。当時ちょっと流行りましたけども、その 550cc のホンダの CB 乗りました。警察署では当時ですね、750の白バイがなくて、その 550cc っていうのが一番大きな白バイでした。これハンドルが広くて、非常にバランスが取りやすくて乗りやすい白バイだったっていう印象が残ってます。でその後ですね、運よく白バイ隊員であれば、白バイ乗ってるものであれば、みんな憧れの交通機動隊ですね。ここに、警察署に1年白バイ乗って、その後抜擢をされました。若くして運よく本当に交通機動隊に行けたのは、私的には当時本当に幸せでしたね。で交通機動隊に行くと何が違うかというと、そこでは 750cc の白バイに乗れるんですね。警察署では 750cc の白バイは当時ありませんので乗れませんでした。それで本当に行った時にですね、最初乗ったのが CB750 フォアのやはり4本出しマフラーの、集合マフラー 4in1 の750の P ってやつですね。これはやはり警察署に乗ってた 550cc よりを一回り大きくて750ですから、いやー交通機動隊に来たんだなっていう本当に印象がありました。当時750でもね、パワーがありましたので、パワーがあるなって感じてましたので、楽しかったですね。で2台目に乗ったのがスズキの白バイです。スズキの GS750 というやつですね。当時白バイといえばホンダでありましたので、スズキの白バイかという感じで乗りましたね。どうなんだろうなと。でも乗ったらですね、非常にバランスが良くて、スズキもやるもんだなっていう感じがしましたね。当時はスズキの初代刀とかね、出始めの頃で、スズキもなかなかバイクでは頑張っていた時代でありましたから、乗ったら乗ったで結構いいバランスの白バイでしたね。でその次に乗ったのは、スズキの同じく GSX750 の P ですね。これはですね、スズキの2代目だったんですけども、見た目が非常にかっこいい、本当にかっこいい白バイでしたね。それで、ゼロからの加速ですね。ゼロからの加速がすごく良くて、乗ってても安心ができましたね。変な話、違反者を捕まえるときも
非常に楽に、捕まえるっていった言い方失礼ですけども、止めることができました。その次に乗ったのが、スズキの、GSX の、E4 ってやつ、E4 ってやつだったと思うんですけども、小さなカウリングがついている刀のような、そんな感じの白バイでしたね。これはこれで、見た目もなかなか白バイで初めてこうカウリングがついたと、ミニカウルですけどもついたということで、パフォーマンス的にはなかなかいい感じではありましたけど、ただちょっと難点があってですね、今まで白バイで赤灯だとかメーターを止めるとかサイレンを鳴らすってスイッチが全部この右側にあったんですよ。右側です。これがそのスズキの GSX のミニカールついた、白バイになった時には今度左側に行っちゃったんですよ。スイッチが左側に。それも今まで右左にこうやってスイッチをやってたのが、この、ジョグダイヤルみたいに回転式で赤灯ついてサイレン鳴らしてメーターストップみたいな、慣れるまで相当時間かかりましたね。違反者見つけても右だと思ってやるとウインカー出しちゃったりなんかしてね、赤灯がつかないみたいな、そういう失敗を何度も繰り返してようやっと慣れたというのがありましたね。でその次に乗った白バイが、ホンダのホライゾンっていう 750cc ですね。ホンダの750ホライゾン CB750 ホライゾンです。これもシャフトドライブのバイクでしたね。で当時はもう画期的で、メーターがですねこのようなデジタルメーターになりました。これは画期的だったですね。デジタルメーターになって、それはそれで良かったです。乗り心地は最高です。なんか高級車に乗ってるような感じでした。なんですかね、サスペンションも柔らかくていや本当にもう高級車にゆったり乗ってるような、そんな感じのバイクでしたね。でホライゾンに乗ってですね、白バイに関しては、そこで後期隊を卒業をして一旦白バイに乗ることはなくなりました。そして、白バイを一回降りてからそろそろ二十数年経ってですね、また交通機動隊に行ったんですね。その時乗ったのが白バイ人生で最後の白バイ CB1300 ポリス仕様ですね。今、白バイ隊の後期隊とか、警察署もありますけど乗ってる白バイです。これは非常にバランスがね、今の皆さん後期隊員とか白バイ隊員乗ってますけど、バランスが良くていい白バイだなと思いました。バイクもねいろいろと変遷を繰り返して進化をしてきてましたけど、どんどん乗りやすくなってきてましたよね。ですので当時白バイに乗ってた時はですね、非常に違反の取り締まりをしながら、やはりその事故をですね、なくしたいということで、私は極力ですね白バイでは走っていました。走って白バイの姿を見せることが大事なんだっていうふうに自分的に思っていたので、一生懸命走っていました。そんな思いでですね、20数年ぶりに後期隊に戻った時も後輩の隊員たちにはですねその思いをぶつけて、事故をですね、悲惨な交通事故を一件でもなくすために真剣勝負でやりなさいと。そして自分が危険な思いにならないよう、事故を起こさないよう、白バイ隊員が事故を起こすようではもう本末転倒でということを話をして、一生懸命訓練をするように言いました。訓練が白バイ隊の礎です。それを忘れることなくやりなさいという
指導をしました。そんな私の白バイの人生でした。今日はこれから初回天気行ってきます。またの動画でお会いしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。それではご安全に。